おはようございます。川口の健です。川口の吉健です。おはようございます。今日は京都大高会に向けて今養老を通り過ぎようとしているところです。岐阜県ですね。今日は11月15日ですね。今日と明日京都で初の大高会を開催しに今向かっているところです。今回京都初の大高会ということで、なんで京都なのかというと、今までいろんな都市で各地で開催してきました。東京、大阪、福岡、札幌、静岡、名古屋、バンコク、そして京都、8都市目ですね。僕は関東出身なんであんまり分からなかったんですけど、関西の人の話を聞くと意外と大阪と京都っていうのは遠いんだという話を聞きまして、僕からすると、ね、電車で1時間かかんないんで全然近いじゃないかと思っちゃうんですけど、なんか心理的にはね遠いらしいんですよね。大阪の人が京都に行く、京都の人が大阪に行くっていうのは。なのであえて、京都でやってみることによってまた新たなお客さんとか、今までね京都のお客さんも買ってくれたことあるんで、またその京都のお客さん来てくれたりとかっていうのがあるかなと思って、京都での開催を決めました。ただすごくいい時期なんで観光客がすごそうですね。京都市場で本当中心部なんで、観光の中心なんで、ね、どんなことになるか楽しみですね。そして最近の MTO の状況を MTO 担当大臣の吉健に聞こうと思うんですが、最近のオーダーよくいただく、よく制作してるなと思うモデル、そして革は何でしょう？やっぱりソートゥースですか。ソートゥース、意外じゃないですか。これソートゥース結構人気なんですね。革はね、イノシシだよ。黒のイノシシ、黒のイノシシ多いね。ソートゥース、黒のイノシシ、黒のクマ、多いね。次はやっぱり放送音じゃない？放送音ね。確かに放送音も結構最近やっぱ多いね。イルチアンミュージアムカーフが一番多いよね、放送音は。MTO のモデルの中ではローレルが一番人気なんですけど、制作足数では2位以下にダブルスコアをつけるぐらいローレルが人気なんですが、最近ちょっとあんまりローレル見ないかな。そんな感じで、今 MTO もねちょうど2年が経とうとしてるとこなんですけど、日々オーダーいただくモデル革がね変化し続けていますが、今回京都はどんな感じなのか、それまた楽しみですね。僕の予想ではじゃあちょっと同時に予想しよう。モデルだけでいいや。モデル俺はもう分かってるから。分かってるの？分かってる。よし決めた。よし。せーの、チェスナット。おお、意外だね。いやこれね。マホガニか。マホガニ来ると思いますよ。ここで、ちょいちょいオーダーはあるけど、そうそう。1位2位に踊れることはまずないマホガニ。来るんじゃないかな。なるほど。結果楽しみにたくさんオーダーをいただきに頑張りたいと思います。お願いします。ということで今到着しまして設営中です。この会場がですね、写真では見てたんですけどめっちゃ広いこと分かってたんですけど、改めてめっちゃ広いですね。100平米ぐらいあります。この会場はめっちゃ広いので、この会場を活用しようと思って今回京都イベントもね、閉鎖する予定で来たんですが、正直ねここ受付みたいな空間なんですけど、これだけでも十分ぐらい、オーダー会としてはこれでも十分ぐらいの広さとなんか雰囲気の良さ、かっこよさがあるんですけど、さらにこの会議室みたいなのがあって、この奥にめっちゃ広いのが広がってますね。十分ここだったらオーダー会
できるし、フィッティングシューズ履いてたくさん歩いて確かめることもできそうです。準備段階ですけど、ナンバーズコレクションの制作地もあるんですけどね、とかこういったサンプル今並べてるとこです。そろそろイベント開催の時間が迫ってきました。5時半なんですけど、休む暇もなくたくさんお客さんに来ていただいて嬉しい限りですが、にしてもここでめっちゃチャンピオンローファーが映える。かっこいい。いい会場なんで、せっかく借りたんで、せっかくなら何かやろうと思ってイベントを企画しました。今回は靴の制作実演と、あと靴にまつわるトークセッションということで、ちょっとナンバーズコレクションの解説とかしたりとか、あとは靴の制作に関するこだわりとか、その辺話したりとかしていきたいと思います。で、やってる間も全然質問受付できます。僕たち喋りながら、僕はもう普段から喋ってるんで喋りながら制作できますので、全然喋りかけてもらって大丈夫です。なので質問とかあれば随時してください。でまたうちの皆さんご存知だと思いますけど、うちの僕の右腕吉健です。よろしくお願いします。それでは、早速やっていきたいと思います。今日実演するの、釣り込みの一部と、あとすくい縫いの一部ですね。釣り込み僕やります。すくい縫いは吉健がやります。で作業が長いんで途中までどっちもやってあるんですけど、こっちはイノシシ側の、これお客さんの制作している靴なんですけど、イノシシ側のソートゥースですね。で今釣り込みの途中で、かかとは終わってて、つま先これ先芯が入った状態で、今からつま先これアッパーをかぶせて釣り込むという状態です。で、釣り込みの時はこれバランス、特にキャップの場合はこれまっすぐ、センターラインに対してもまっすぐ、ここが歪まないというのが大事なんで、それ見ながらちょっと引っ張る角度とか力変えて釣り込みます。でこの引っ張り具合はやっぱ手釣りならではで、皮の伸び具合とかシワ感とか触って確かめつつ、引いたり逆に引かなかったりします。すくい縫い隣でやってますけど、これすくい針っつって後で見ていただいたら分かるんですけど、すくい針先端曲がってて、すくい縫いのすくいはこう中底とアッパーとライニングとっていうのを全部こうすくい上げて縫っていくからすくい縫いですね。それをすくうための形状ですね。先端が曲がった形状をしています。なのですくい縫いの場合は同時に、中底ライニング、サイドライニング、アッパーという感じで複数の革を同時に縫います。ベルトに溝が切ってあって、溝にぴったり合うように針を出してます。でさらに、このエッジですね、エッジの端からだいたい2ミリを縫うんですけど、その位置にぴったり合うように、間隔ですね、間隔で針を出してますね。で一針一針しっかり締める。ベルト緩むとベルトの糸が見えたりとかするともう超かっこ悪いし、そこからほころびの原因になるんで、しっかりベルトを縫い付けることができるっていうのがこのハンドソンウェルテッド製法の最大の利点ですね。よし、あるよね。コード版の型を知る。どっかいや、あれはイタリアのコード版。めちゃくちゃ硬くて発狂しましたよ。でも総じてホーインのコード版は、ホーインのコード版っていうか、新規は柔らかいんですけど、ホーインはやっぱ硬い。あとイノシシ側が個体によってはすごく硬かったりするんで、ヒーヒー言ってますね。牛ですね。基本的に底材に使う革っていうのは全部牛のベン図です。ベン図っていうと、腰、お尻から腰にかけての部位なんですけど、最も牛の革の中で
密度があって耐久性が高い。中底もアウトソールもウェルトも積み上げも全部ベンズです。ケンさん、その釣り込みに使う道具って何ていう名前なんですか？これは靴専用の道具でワニですね。口がこうワニの形状をしていることから日本名ではワニ、英語名ではピンサー。靴作り専用の工具ですね。靴職人といえばというぐらいこの道具メインで使いますね。そのなんか四角く飛び出てるのはどうやって使うんですか？これはこうやって引っ張るときにテコの原理で引っ張りますね。ここを支点にしてグッとこう引っ張ることで力がよりかかるんで、それ用っていうのと、こうやって叩きますね、皮を。いちいちこれ皮叩くのハンマー持ち帰られないんで、ワニで叩きながら釣り込んでいって、ハンマーはまあ途中とか最後とかこう全体に打撃を与えるときに使います。これはエッジのシワをしっかり取りながら釣り込むようで叩きます。これでまあほぼ終わって、まあ綺麗に丸くなりましたね。ガラスっていうかまあ鏡ですね。鏡、まあ、厚み 1.5 ミリとかなんですけど、これ靴作りでガラスを使いますね。でこれ落とすとパリンってなって放射状に割れてすごい鋭利になって危険なんですけど、割り方さえ守れば全然触っても大丈夫。これでヤスリで傷つけてガラスのこう割るポイントを作ってやってパキッと割りますね。尖ってるこういうところに当てて力をかけると割れるんですよ。でこれちょっと今あんまりいい割れ方じゃないんですけど、これガラス使う時っていうのは皮の表面を削る時とか、まあ、皮の側面を削る時ですね。中底の表面も削ってます。中底の表面、銀面がついてる、銀面っていうのは皮の表面ですねがついてるんですけど、そこを削ってやると表面が取れて吸湿性が良くなるとか滑り止めになるとかっていうのがあるんでやすったりとか、あとはコバ面ですね。このソールのこのサイドを削る時に僕動画でよくやってると思うんですけど、これガラスのここ結構角が立ってるんですけど、これを使って削ります。こんな感じで割ります。削る感覚わかると思います。これソール面これ回しますんで、こうやってやると削ります。表面鰹節みたいな、これいくら削ってもらっても大丈夫なんで。サイドだったらこれあんまり良くない皮なんであんまり綺麗には削れないですけど、こういう感じで削れますね。削る時は直線面っていうのはほぼ使わないですね。あとこっちのへこみ面も使わないです。この尖ってるっていうか丸みを帯びてる部分を使います。じゃないとこの削りたい部分以外のところに角が当たっちゃったりして変な傷がつくんで、これであればここ使いますね。緊張します。で角は当てないです。そうですそうです。なるほど。気持ちいい。こっち側に倒す。あ、そうです。そうです。はい。まあその辺も機械でやると本当全部グラインダーでビーってやるんで早いんですけど、微妙な部分ですね。爪っていうのがあってですね、この靴のウェルトここの断面なんですけど、ここただこう垂直面が立ってるかと思いきや実は違って、こういう角があった上に垂直面があって、さらにこういう角があるっていうでソールになるっていう、なんていうかな、こういう形状になってるんですよね。でまあ本当わずかなんですけど、それがあるなしで結構見栄え変わりますね。ここを突っ張らせるのが目的というよりは、ここのシャープさを強調するのが目的ですね。ソールのこの厚みの始めと終わりがしっかりある、丸まってないっていうのが大事。これを作るにはそのガラスで削ってしっかり紙圧力をかける。
今回これまだ未発表ですけど、ちょうど、東京のオーダー会が12月の5、6、7であるんですけど、その前に京都がちょうどあったので、初めて東京以外でナバスコレクションを展示してます。これ今回制作している3足で、今回の展示会のテーマは時を重ねてということで、時をテーマに作りましたというか、制作中ですね。時間とエイジングをテーマにしました。時間とエイジングっていうことを別なそれぞれ3足アプローチで表現するというやり方ですね。これはやっぱり革っていうのはエイジングっていうのは切っても切り離せなくて、エイジングいいよねとか、この革は経年変化がこうですとかってよくお客さんとも話すし、動画でも言ってるんですけど、改めて経年変化とかエイジングって何なんだみたいなとこをもうちょっと突き詰めようかなと思って、やってるテーマですね。でこれやることによってすごい自分の中でも発見があって、これはいいテーマだなと思ったんですけど、まずこのナンバー22、これエイジングした革を使う。エイジング革の状態、綺麗な新品の革の状態をエイジングさせてから靴にする。エイジングそして靴ですね。でこれは綺麗な革の状態、まず靴にしてから靴の状態でエイジングさせるですね。靴エイジングです。でこれはエイジングはしないんですけど、そもそも古いデザインで作る、見た目デザインが古いですね。だから昔作られてそれがこの新品のまま眠ってたみたいなイメージです。それぞれ、これ革の状態でエイジングさせたらどうなるんだろうっていう疑問で、靴の状態でエイジングさせてどんな風なエイジング、ハリボテって言ったら言い方あるんですけど、作り物ではあるんですけど、どんなエイジングを表現できるのか、これはエイジングはさせないんだけど、これだけで時を感じさせるようなイメージですね。でこれ自分でもよく思いついたなと思うんですけど、エイジングをさせてから作るっていうのに屈曲による揉み込まれ具合とか、あとはダメージですよね。どっかにぶつけるとか擦れるとか、そういうダメージをどうにか再現できないかなと思って、地面の上引きずろうかなとかも思ったんですけど、さすがに面白くないし、靴をこの上で作ろうと思ったんですね。でそれなんで思いついたかっていうと、これエプロン見てて、これエプロンもう何年3年ぐらいはこれ使ってるんですけど、これ適当なデニムのエプロンにこれ鹿革を縫い付けただけなんですけど、これが特にケアも何もしてないですけど、自然というかエイジングがすごいダメージあるんですけど、これはこれでかっこいいなとずっと思ってて、結構このエプロンかっこいいって言ってもらうことも多かったんで、これを見てて、靴作りって結構こういうふうに革がダメージを負うようにちゃんと擦れとかへこみとか傷を再現できるなと思って、革の上でこいつを作りましたね。で特にやっぱり傷ついた工程はさっきの吊り込み、釘が本当尖ってて飛び出てるんで、あれによって結構擦れ傷とかできたんですけど、それ以外にも、ちょっとペーパーかけてる時にペーパーがちょっと当たっちゃうとか、そういうちょっとした擦れとか、そういうのもいろいろあって、これが新品の革で、こっちがエイジングの革です。これ端っこなんでちょっと参考にはしづらいんですけど、少し色が濃くなってるし、ツヤ感も上がってますね。ぽっこり丸みのあるラウンドと、でつま先も短めショートノーズです。これもう本当にこれを作るためにどういう木型にしようかなっていうのを考えながら、デザインとともに木型の形状も変えながらここに来てます。でこれはちょっとボリュームのあるスクエアですね。これ本当にもうイタリアのクラシックな、ブランドでいうとガットっていうのがあったんですけど、ガットとかメッシーナとかメルクーリオとか、そういうイタリアのクラシックな靴があって、こういうちょっとボリューム感のあるスクエアとしてる、それをオマージュして作ってますね。でこれは一番イメージしたのはやっぱ、イギリス靴といっても正直クロケット・ジョーンズめちゃくちゃ意識したんですけど、クロケット・ジョーンズの昔の靴のサンプルとかってこんな感じのがあって、ロンドンのジャミーストリートのクロケットの店に行った時に、昔クロケットがそのエキシビション用に作った靴っていうのが置いてあって、これとデザインは違うんですけど、まさにこういうちょっとボリューム感のあるスクエアと、そして白ステッチでみたいなのがあって、それめちゃくちゃかっこよくて、それかなり印象に残ってたんで、それのイメージで作りたいなということでやってますね。
全然いい靴とかいい靴スニーカーとか全く問題ない靴的な集まりとして記念に。あれだけ喋るのよく喋れるなって思い思います。喋ってる時はスラスラ喋れてましたけど。いや喋ってる時もこれしんないわと思いながら喋ってるんだけど、でもやっぱ終わった後の気が抜けた時がね本当に来る。急に老けましたね。まあお好み焼きを乾杯。ということで京都のオーダー会無事終了しました。ありがとうございました。いや京都ね初めてやったんですけど、やっぱり京都でやるからこそ満を持して来ていただいたお客さんもいらっしゃいましたし、これまでのねお客さんのリピーターもいらっしゃったんで、たくさんの方にお会いできて非常に楽しかったです。ちなみに今日僕たちが履いてたのはこのカーキ色のフルグローブ履いてました。やっぱり最新なんで非常に履き心地がいい。そして吉健は MTO モデルのチェスナットイノシシが履いてましたね。そして、この方カルワクの今さん、こちらビスボーク岸澤ワークビスボークのシャークレザーとボックスカーフのコンビを履いてましたね。何度見てもかっこいいね、かっこいい。ということで京都のオーダー会終了です。ありがとうございました。